スペースアートダンス TV へようこそ。この動画はフリースタイルのムーブを分析していきます。今回は AI 作曲した和の楽曲でアドリブを回した時のムーブを考察していきます。スタイル的にはガールズヒップホップでいいんじゃないかと思います。ムーブのポイントを整理して長所や特徴を抑え、課題点があれば浮き彫りにしていきます。動画後半ではおすすめの基礎練習も収録しておきます。フリースタイル、振り付け、基礎の3つのチャレンジコーナーではムーブで押さえるべきポイント、構成など分析と紐付けてダンスを深めていこうと思っています。皆さんのダンスライフのヒントになるような動画を目指していきますので、チャンネル登録の上ぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきましょう。上半身の動きを中心に音を狙って取っているのが印象的です。フロアを使ったところなんかもかなり印象的ですし、スムーズな入り方もグッドポイントだと感じます。上半身の柔軟性を生かして前屈、側屈をうまく利用しているのが目立っている特徴かと思います。細かい音は腕や足先に加え、早く動かしやすい胸に集中させています。これで細かいメロディーを表現しているのがよくわかります。重いビートは足首や胸のヒットを利用してシンプルに表現している感じです。シンプルすぎると次の音まで耐えきれずに早取りしてしまうこともありますが、ここはよく我慢できていると思います。今日は大きく3つのポイントに絞って分析していきます。1、胸のヒット利用で重いアクセント。2、ボディをずらしてシルエットを変える。3、ドルフィンの入り口と出口。この分析編を作るにあたって、このムーブを初見で見た時の印象は少し狙いすぎていて、上半身や腕ばかりに意識がいってるのかなと感じました。もちろん好みはありますので、決してダメということではないのですが、ここはここで課題にして今後に活かしてもいいかなと思います。ただその分、しっかりとビートや効果音を胸のヒットで取っているところは何度か見ているうちに、抑えるべきポイントは抑えてるな、グッドポイントだなと感じるようになりました。このムーブの使い方だと予備動作を少なくし、瞬発的に打っていかなければいけないので、相当量の練習と瞬発力が必要になってくるかなと思います。胸のヒットについてやり方を解説している過去動画を凝縮して流していきます。今やどのジャンルでも当たり前のように使われる技術ですので、取り入れてみてください。ジャンル違いではありますが、動画後半で胸のヒットの実践動画の部分を収録しておきます。これだけは絶対にマスターしてほしいというのが大胸筋になります。胸の筋肉ですね。どこにあるかっていうと、この肩と胸の間にはここにこう川が流れているといいますかね、溝があります。その溝から胸の方にかけてかなりこの大きい部位が大胸筋になります。大胸筋のヒットに関してはすっごく利用価値がいっぱい多用できますので、例えば今回の実施メニューでいうと、胸をめくり上げる動きですね。この上げた瞬間に大胸筋を絞ることによってそうアップを表現する、アウトサイド側を表現するヒットになっていますし、みぞおちのところをグッと丸めた時に大胸筋を反応させることによってインサイド側のヒットを表現しています。少しやってみましょうか。アップ、このようにアウト、インと、そして大胸筋を同時に入れていくと、これでリズムも表現できるようになっています。他にも今回のメニューで利用できるところとしては、胸をフレーバーさせる、こう横にずらしていくっていうことですね。この少しずらしたアイソレーションのところでこれを同時に入れることもできますし、ダウンでいうとこの脇腹のところですね、少しこういう風に傾けるような動き、この状態のところで胸をこのオプションとして斜め上斜め下の4箇所も使って、合計で6箇所の場所で胸をヒットさせることも可能になっていますので、少しねこれが使えるだけでかなり自分のシルエットをコントロールできるようになってきますので、ぜひこれは絶対にマスターしておいてほしい部分になります。分析していて一番特徴的だなと思ったのが、足の上から上半身をずらしてみせるという動きでした。
とても工夫されているなと感じましたし、上半身を大きく動かす柔軟性も備わっているんだと思います。今回のムーブでは前屈と側屈を主に使っています。フロアに入った時に反る動きも使っていますが、それぞれの動きから柔軟性と筋力のバランスをよく考えて積み重ねていることも伺えます。過去動画の中で上半身を大きく使って踊るためのコツを紹介している動画がありますので、ぜひ参考にしてみてください。意外なところにヒントがあったりするものです。さあ、それではまず一つ目のコツだなと思うところとして、膝の柔らかさです。膝を曲げることによって、何でもそうなんですが、上半身たくさん動くことになります。例えば一番最初、こっち側に体を傾けますよね。右側に傾けました。今膝ピーンと伸ばしている状態で一番いくなっていうのはここなんですけれども、膝を少し曲げてみます。曲げてみると、あら不思議、必ず少し数センチでももう一個奥の方へ動くようになりますので、これはどのポジションでもそうですね。膝をピーンって伸ばしているよりも後ろでもそうですし、反対側でももう一ついけるようになります。ただし例外があって、前だけは膝を曲げたとしても上下の動きになり、体重が前にさらに行くようになるわけではないので、1番方向を除いた2番方向から8番方向へまでは今の膝の使い方で可動域が上半身大きくなるという知識を覚えておくといいと思います。さあ、2つ目に大事だなと思ってくるコツとして、股関節の使い方が挙げられます。なぜ股関節を使うのかという理由をちょっとだけ説明させていただきたいんですが、膝を曲げてさらにいけるようになりましたと。そうするとですね、大きく回そうとしても意外とシルエットもダサいし、強度を上げてブーンって振っていくと少しバランスを崩してしまうという可能性が高いです。これはなぜかというと、下半身と上半身をきっちりとつないでいないからなんですね。ですので皆さんに確認していただきたいんですが、まず1つ目、側屈を入れます。そして膝を曲げて可動域フルにします。この時に股関節まだ緩いんですよね。この状態だとやっぱり揺れてしまうので、股関節をこの倒してる方と反対側に貼るように引っ掛けちゃってください。ここで上半身と下半身がしっかりと噛む、ジョイントされた状態になります。それを意識して回していってあげるとバランスが取りやすくなるということをおそらく感じていただけるんじゃないかと思います。ではもう一度だけ股関節でジョイントしてないバージョン、せーの、ブーン。それでは股関節しっかりと張るように意識してみます。せーの、ブーン。今回フロアテクニックとしてドルフィンを使っています。こうしたフロアに入るときは、立ち踊りからフロアに入るときの入り口、フロアから立ちに戻るときの出口が曖昧になってしまう人も多いのですが、非常に工夫されてコントロールしているなと感じました。特にハッとさせられたのは、フロアに入るときに右足の膝の巻きを入れてるんじゃないかなと思います。しかもここが音ハメになってるんですよね。意図したかどうかっていうのはちょっとわからないんですが、もし意図していたとしたら結構なレベルの高い動きだと思いますし、フロア好きにはたまらない技術です。また立ち上がる時もリズムを重視しながら膝をつき、徐々に高さを立ち踊りに戻していく。この際にリズムキープができていることがポイントだと思います。フロアの入り口出口の分析をしましたが、何はともあれ技自体が完成度が高くないと意識することができないテーマでもあります。ドルフィンの実践練習動画、基礎編と応用編と2本出していますので、ぜひトライしていただきたいんですが、参考になる解説部分をギュッと凝縮して流していきます。もう一度ドルフィンという技はどういう技なのか、確認してみましょう。ですね、手をついて片足を上げている状態になります。そしてこれが頭から順番に足先まで降りてくる。ここまでがドルフィンというパックになっています。分解して考えると3つしかポイントはありません。まず1つ目、手をつくところまで。そして上半身を落とすまで。そこから下半身から落としていくまで。この3つだけポイントを押さえて練習していけばドルフィンは必ず上手くなります。2つ目に当たるこのポジションが取れましたよ、しっかりと止められましたというところから
この地面に対して落としていく、ここまでですね。これを練習していきましょう。ここが一番難しいポイントになってくるんじゃないかなと思いますけれども、すごく腕の力を使うようなイメージになっていきます。ただ力を散らすというポイントがいくつかありますので、ぜひその解説聞いてみてください。まず一つ目は足をできるだけ高く上げることと頭を下げることですね。頭を下げ、足を高く上げることによって肘を曲げやすくなりますし、曲げた時に重心がまっすぐとかかりやすくなるので、このようにたくさんの面をこの腕だけで支えるのではなくて、できるだけ上に乗せたところから落としていくという風にすると、まずは腕の力が少し楽になるので、ぜひ柔軟性も高めたり、ポジションに工夫したり、目線に工夫したりすることで、自分の腕にかかる負担というのを減らしてみてください。そして2つ目のポイントとしては、少し体を斜めに使うということです。初心者の方はドルフィンのイメージ、ここからまっすぐに上げてこういう風に落としていくと考えがちだと思うんですけれども、少しこのように斜めに構えることによって軸がまっすぐに刺さりやすくなるので、落とす時も非常に楽に落とせるようになっていきます。さあ、3つ目の力を散らすポイントになってくるのは、頭、そして顎、胸、この3つを分解して落としていくことが大事になってきます。腕立て伏せで例えると分かりやすいと思うんですけれども、このように面を上下にさせることは非常に筋力がいる作業になってきます。ですがドルフィンはそのまま下に落ちることができるので、まずは頭を下げる。そして顎を近づける。はい、そして胸です。さらに余裕が出てくる方、勢いがつく方は、このまま少し手を前に押すことによって、1個10センチぐらい前にスライドすると、かなり腕の負担というのは減ることになります。今のを両足をついた状態で練習しちゃうのもいいかもしれないですね。このままおでこからブルブン。この練習は上手い人は必ず1回はやったことがあるはずです。さあ、それでは今の3つのポイント1回整理してみましょう。足を高く上げること、少し斜めに構えること、そして部位別に順番に下ろしていき、最後スライドをすること。それでは最後に参考基礎練習として胸のヒットの実践練習動画流していきます。やり方は本当に色々あるんですが、今回のようなスタイルで使いたい場合、できるだけ力強く、また自分の最大のアップのポジションでアクセントが取れるように練習していくのがいいんじゃないかと思います。ただ、アタックポイントを間違って練習し続けると腰を痛めるということにつながってしまいますので、そこだけは注意してください。それでは動画流していきます。皆さんお疲れ様でした。今回はボディのアクセントやずらし方、フロアの入り口、出口について分析してみました。今回ご紹介したものは苦手意識を持つ人が多い技術なんじゃないかなと思いますが、時間がかかっても個性を表現するためには必須の技術たちだと思いますので、すぐにマスターしようとしてイライラするんじゃなくて、長期的に取り組んでだんだん自分のものにしていくというくらいの気持ちで、継続して練習していくのがおすすめです。フリースタイル、振り付け、基礎と3つのチャレンジコーナーでは、踊った後にムーブを分析する動画を作っています。皆さんからこんなテクニックを利用してほしいというものがあればリクエストお待ちしています。スペースアートダンス TV ではエナジー全開でダンスを様々な角度から楽しめる動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただければ幸いです。今回の動画を作っていて昔のことをちょっと思い出しました。自分がボディの腹筋だったり背筋、つまり筋肉に対して意識を向けていた時よりも背骨の動きに注目して練習するようになってから、イメージ通りにコントロールできるようになったのを覚えています。
もちろん筋肉の使い方はとっても大事なんですが、関節の置き方みたいなところまで意識が向けられると、より思い通りにボディコントロールをしていけるんじゃないかなと感じます。知識を詰め込んだ動画いくつも出していますので、お時間ある時に他の動画もぜひご覧いただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。